どうもペロンです。今回は R タイプファイナル2で開発可能になった追加機体を紹介したいと思います。今回ご紹介する機体はナンバー 97B5C プラチナハートですね。プラチナハートはバイドの攻撃で落とされた宇宙人工都市エバーグリーンの犠牲者の慰霊碑として建造された機体で、パウアーマーの色違いのような外見ですが、性能が全く異なる装備を搭載しています。搭載されているプラチナフォースはレーザーの見た目は地味ですが、どのレーザーを使ってもある程度の火力は出せるようになっており、よく言えばハイブリッドタイプ、悪く言えば器用貧乏な感じのフォースですね。赤のホリゾンタルレーザーは水平方向に細いレーザーを持続的に1本発射します。発射されたレーザーは着弾地点で弾けてダメージを与える仕様になっており、薄い装甲であれば貫通してダメージを与えることができますが、少し厚みのある壁や装甲は貫通できないため、あまり貫通性能が高いわけではないですね。また、ヘラクレスやヒュロスの6ウェイ追尾ミサイルも発射直後に破壊することができるため、使いどころさえ間違えなければ非常に強力なレーザーですが、プラチナハートはラウンドビットからの追加攻撃がなく、基本的な攻撃範囲が非常に狭いので、複数方向から攻められるのに弱いため、得意な場所以外ではあまり性能を発揮できないこともありますね。青のチェイスレーザーは高い追尾性能を持ったレーザーを2本発射します。耐久力のあるバイドに対してダメージを与える場合は、他のレーザーの方が DPS が高いですが、小回りの利くチェイスレーザーは機体の上下まで攻撃可能なため、一番汎用性が高く状況対応能力が高いので、どのレーザーを使うか迷ったら、とりあえずチェイスレーザーから試してみるのもいいと思います。ただし、レーザーが消えないと次が発射できない使用上、レーザーの追尾性能を過信してあぐらをかいていると痛い目に遭うため、機体の立ち位置には注意してくださいね。火力が欲しい場合は、バイドに近づいて攻撃を行うと、レーザーの回転効率が良くなり、戦いやすくなると思います。黄色のバーティカルレーザーは上下にレーザーを持続的に発射します。このレーザーは左右に移動すると残像が発生するようになっているのが特徴で、ダメージの減衰はありますが、この残像には当たり判定があり、プラチナフォースの中で最も広い攻撃範囲が魅力ですね。しかし、レーザーの破壊力がそもそも高くないため、バイドを処理する場合は、引き打ちで時間をかけてダメージを与えたり、機体を追尾してくる敵は移動する方向が縦方向になるように誘導するなどの工夫が必要ですね。基本的にはあまり使用しないとは思いますが、広い範囲に同時に攻撃を行いたい状況では活躍してくれること間違いなしのため、攻撃範囲が狭い他のレーザーの弱点をカバーしてくれるレーザーだと思います。次にフォースを切り離した後の状態ですが、スタンダードな 4way フォースショットになっています。ちゃんと命中するようにコントロールできればレーザーよりも高い攻撃力を持っているため、レーザーで突破することができない場所があった場合は、フォースショットを試してみるのがおすすめですね。機体よりも左側にフォースが来るように位置を調整すれば、物理的な攻撃から守る盾のように使うこともできるため、バイドに囲まれて処理が追いつかない場合は、レーザーよりもフォースショットを使った方が生存率が高くなると思います。ミサイルは、爆雷、追尾ミサイル回、誘爆ミサイル、対地ミサイルの4種類から選ぶことが可能になっています。追尾ミサイル回と対地ミサイルのどちらにするか迷うところですが、追尾ミサイル回の方が汎用性が高いため使いやすいですね。ただし、ドース稼ぎを優先したい場合は、対地ミサイルの方がいいと思います。波動砲は、ハッピーシャワー砲が搭載されており、フォースに波動砲をぶつけると分裂する波動砲を発射します。このタイプの他の波動砲は直線的な動きですが、ハッピーシャワー砲は波動砲が分裂した後は拡散波動砲と同じように上下から回り込むような動きになり、分裂する数も多く隙間が小さいため、内漏らしが少なく制圧力があるのが特徴ですね。破壊力が高い波動砲ではありませんが、フォースにさえぶつけなければピンポイント攻撃を行うことも可能なため、状況によって攻撃範囲を変更し、使い分けができる使い勝手のいい波動砲だと思います。プラチナハートは特別優秀な機体ではないですが、レーザー、波動砲、ミサイル、フォースショットの全ての装備が地味に優秀なもので構成されており、状況に応じた正しい武器選びをすれば、どんなステージでも対応可能なポテンシャルを持っていると思います。しかし、武器の選択を間違えると、それが致命的な失敗になる可能性もあるため、ステージの構造を理解しているプレイヤーじゃないと、使いこなすのは難しいかもしれないですね。デザインは高級感のあるパウアーマーといった感じで、個人的には気に入っている機体の一つでもあるので、まだ遊んだことがない方は、慰霊碑なのになぜか動けるようにしてしまったプラチナハートで遊んでみてはいかがでしょうか。では最後までご視聴ありがとうございました。またね。